介護士を目指す日本語学習者の皆さん、こんにちは。このビデオでは名詞修飾についてお話しします。まず、修飾とは何でしょうか？修飾とは言葉の意味を詳しくすることです。修飾の飾は飾るという意味があります。形容詞は名詞を修飾できる。例を見てみましょう。例えば、本という名詞を考えてみてください。本にはいろいろな本がありますね。これを形容詞を使って修飾してみましょう。悲しい本、面白い本、新しい本、古い本。このように形容詞は名詞を修飾して名詞の意味を詳しくすることができます。形容詞の他にも名詞を修飾できる言葉があります。名詞はのを使えば他の名詞を修飾することができます。私の本、介護の本。このように名詞はのを使えば他の名詞を修飾することができます。今まで見てきたように形容詞や名詞などの単語は名詞を修飾することができます。それでは形容詞や名詞などの単語以外も名詞を修飾できるでしょうか？答えはできるんです。それが名詞修飾説です。名詞修飾説の説はフレーズという意味です。それでは会話を聞いてください。すみません。冷蔵庫の中に息子が持ってきてくれたケーキが入ってるの。出してくれない？はい、わかりました。わあ、美味しそうですね。ちょっと大きすぎるから切ってちょうだい。じゃあ、一口で食べられる大きさに切りますね。すみません。冷蔵庫の中に息子が持ってきてくれたケーキが入ってるの。出してくれない？はい、わかりました。わあ、美味しそうですね。ちょっと大きすぎるから切ってちょうだい。じゃあ、一口で食べられる大きさに切りますね。冷蔵庫の中に息子が持ってきてくれたケーキが入ってるの。一口で食べられる大きさに切りますね。一つ目のポイントです。名詞修飾説は語順に気をつけてください。息子が持ってきてくれたケーキ。ケーキが名詞ですね。そして名詞修飾説はケーキの前にある息子が持ってきてくれたこの部分です。
ちょっと英語と比べてみましょう。英語では名詞の方が名詞修飾節の前に来ていますね。ですから、日本語と英語では語順が違います。これに気をつけてください。2番目のポイントです。名詞修飾節の中に動詞があるときは、その動詞は普通形を使います。普通形というのは、辞書形、内形、他形、なかった形のことを言います。息子が持ってきてくれたケーキ。この動詞は普通形の来てくれたを使います。ですから、息子が持ってきてくれましたケーキ。これは間違いです。気をつけてください。3つ目のポイントです。名詞修飾節の中に主語がある場合、その助詞はがであることが多いです。息子が持ってきてくれたケーキ。この名詞修飾節の主語は息子です。そして助詞はがですね。ですから、息子は持ってきてくれたケーキ。これは間違いです。気をつけてください。もう一つ会話を聞きましょ田中さん、おはようございます。ご気分はいかがですか？体温を測らせていただきますね。う。お願いします。ああ、昨日38度あった熱が下がりましたよ。よかったですね。本当ですか？ああ、よかった。ありがとうございます。田中さん、おはようございます。ご気分はいかがですか？体温を測らせていただきますね。お願いします。ああ、昨日38度あった熱が下がりましたよ。よかったですね。本当ですか？ああ、よかった。ありがとうございます。ここで、どこからどこまでが名詞修飾節であるか考えてみましょう。これを名詞修飾節の範囲と言います。1の文と2の文では何が違うでしょうか？そうですね。2の文には点があります。点の後から名詞修飾節が始まります。1の文で昨日という言葉が詳しく説明しているのはあったです。あった。いつあったの？昨日ありました。こういうことですね。2の文では昨日が説明しているのは下がりましたという言葉です。下がりました。いつ下がりましたか？昨日下がりました。こういうことです。次に、熱を修飾しているのはどこからどこまでか考えましょう。1の文では、昨日38度あった。これが熱を修飾しています。2の文では、38度あった。これが熱を修飾しています。
次に、名詞修飾節の範囲とピッチパターンの関係について考えましょう。1のピッチパターンはこうです。昨日38度あった熱が下がりました。2のピッチパターンはこうです。昨日38度あった熱が下がりました。もう少しピッチパターンを簡単にして書いてみましょう。1のピッチパターンを見てください。ピッチパターンの山が2つありますね。昨日38度あった熱。ここは1つの山になっています。2の分のピッチパターンを見てください。ここではピッチパターンの山が3つあります。1と2の違いはピッチパターンの山の数の違いです。今日のまとめです。名詞修飾の語順は名詞修飾節、名詞となります。これは英語とは違うので気をつけてください。それから名詞修飾節の中の動詞は普通形です。ですから、ますやません、ましたなどは使わないでください。名詞修飾節の中に主語がある場合、その主語につく助詞はがであることが多いです。は使わないことが多いですね。そして最後に名詞修飾節の範囲です。どこからどこまでが名詞修飾節かはピッチパターンによって違います。ですからピッチパターンを変えると意味が変わってしまいます。気をつけてください。